ドナウ川の緩やかな流れが中央ヨーロッパの心臓部を貫くその地点に、数千年にわたり文明の断層線が重なり合ってきた。ケルト人の交易拠点として始まり、ローマ帝国の北方防衛ラインであるリメスの一部として要塞都市ブンタボナが築かれたこの地は、やがて中世の権力闘争の中で新たな運命を迎える。13世紀、神聖ローマ帝国の皇帝ルドルフ一世がオーストリア公領を掌握した際、ウィーンは単なる地方都市からヨーロッパ政治の中枢へとその地位を一変させる。ハプスブルク家の支配下に置かれたこの都市は、その後の600年以上にわたり、ヨーロッパ史の大きなうねりを生み出す原動力の中心地となる。ハプスブルク家の戦略は、軍事的征服よりも継承と婚姻を通じた領土拡大にあった。この金の玉座を支えたのは、血縁と外交を巧みに交錯させる統治の知恵であり、ウィーンはその意思決定の中枢として、多民族、多言語からなる巨大な帝国の指揮統の役割を果たした。神聖ローマ帝国の皇帝がしばしばウィーンに宮廷を置いたことで、この都市は政治的正当性の象徴でもあった。16世紀には、オスマン帝国の2度にわたる包囲を退けたことで、ヨーロッパの防波堤としての役割も果たした。これらの歴史的転換点は、単なる軍事的成功にとどまらず、ウィーンがヨーロッパの地政学的十字路としての地位を不動のものにする契機となった。帝国の拡大とともに、ウィーンは経済的、文化的結節点としても発展を遂げる。ハンガリー平原の穀物、ボヘミアの鉱産資源、アドリア海貿易の利益がこの都市に集積し、宮廷の周囲には音楽、美術、建築を支える豊かな文化的生態系が形成されていく。ハプスブルク家の君主たちは、自らの権威を示すために、バロック様式の宮殿や教会、庭園を次々と建設した。特に17世紀末から18世紀にかけての皇帝レオポルド一世、カール6世、マリア、テレジアの時代には、シェーンブルン宮殿やベルベデーレ宮殿といった壮麗な建築が次々と完成し、ウィーンは音楽と宮廷の都としてヨーロッパ中にその名声を響かせるようになる。このような文化的繁栄の背景には、王室のパトロネージュが不可欠だった。音楽家たちへの厚遇は、単なる趣味の範疇を超え、帝国の文化的優位性を示す政治的行為であった。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、これらの巨匠たちがウィーンに集い、創造活動を行ったのは、都市が提供する豊かな芸術的環境と、それを支える制度的基盤の存在があったからに他ならない。彼らの音楽は、宮廷の舞踏会や教会の典礼で響き渡るだけでなく、市民階級のサロンや公開コンサートを通じて広く普及し、音楽が社会のあらゆる層に浸透していく土壌が形成された。こうした文化的基盤は、やがて19世紀後半の都市改造とも結びつく。1857年、皇帝フランツ、ヨーゼフ一世は、中世の城壁を取り払い、その跡地にリングシュトラーセと呼ばれる環状大通りを建設する命令を下した。この大規模な都市計画は、単なるインフラ整備ではなく、帝国の繁栄と近代性を象徴する政治的宣言だった。環状道路に沿って建設された国会議事堂、ウィーン市立劇場、大学、美術史博物館、自然史博物館などの公共建築は、ネオ、ルネサンス様式を採用し、帝国の文化的優越性と学問的権威を視覚的に表現していた。これらは単なる建造物ではなく、市民に我々は文明の中心にいるという自負を与え、多民族帝国の統合を支えるイデオロギー的装置でもあった。19世紀末、ウィーンはその外観の壮麗さとは裏腹に、内部で深刻な構造的緊張を抱えていた。帝国の藩とは広大だったが、その統治下にはドイツ系、ハンガリー系、スラブ系、イタリア系など10以上の民族が共存し、言語も宗教も異なる人々が同じ旗の下に置かれていた。1867年のオーストリア・ハンガリー二重帝国成立は、こうした民族的緊張を緩和するための妥協策だったが、根本的な統合は達成されなかった。ウィーンは多様性のるつぼではあったが、その多様性は常に不安定な均衡の上に成り立っていた。都市の中心部にはリングシュトラーセ沿いの豪華な宮殿と公的建築が立ち並ぶ一方、
郊外には工場労働者や移民が暮らす過密な労働者住宅地が広がっていた。このような二面性は文化と思想の発展にも深刻な影響を与える。裕福な貴族とブルジョワジーが音楽と芸術を享受する一方で、急速な都市化に伴う貧困、衛生環境の悪化、労働者の阻害が社会問題として深刻化していた。このような社会的断層線の上に、19世紀末から20世紀初頭にかけて、一連の知的、文化的爆発が起きる。この時代のウィーンは、フィン・デ・シエクル、すなわち世紀末と呼ばれる特殊な精神状態に支配されていた。未来への不安と伝統的価値の崩壊が同居する中で、知識人たちが人間の本性、社会の構造、芸術のあり方を根本から問い直す動きが活発化する。ジークムント・フロイトは、この都市の中心部、ベルベデーレ通り20番地の診療所で、精神分析という新しい科学の枠組みを構築した。彼は人間の行動の根源が意識の奥深くにある無意識の衝動にあると主張し、性欲や抑圧、幼児期の経験が人格形成に決定的影響を与えると説いた。フロイトの理論は当時の医学界から異端視されたが、芸術家や作家たちの間に大きな共鳴を呼び、文学や演劇、視覚芸術に深い影響を与える。彼の周囲には、アルフレート・アドラー、カール、グスタフ、ユングといった思想家たちが集まり、ウィーン精神分析学会が形成される。彼らの議論は、単なる臨床の枠を超え、人間存在そのものについての哲学的探求へと広がっていった。一方、美術の世界では、グスタフ、クリムトが率いるウィーン分離派が伝統的なアカデミー、美術に対抗して台頭する。彼らは、芸術は生命と共にあるというスローガンを掲げ、装飾性の強い平面構成、象徴主義的なモチーフ、官能的な表現を特徴とする独自の様式を確立した。クリムトのウセップンやベートーベン、フリーズは、当時の市民社会の美的感覚を震撼させ、現代芸術の扉を開く原動力となった。建築の分野でも、アドルフ・ロースは装飾は罪であると断言し、機能主義に基づく極端に洗練された建築を提案する。彼の設計したロース邸やアメリカン・バーは装飾を徹底的に排除したモダニズム建築の先駆けとされ、20世紀の建築史に決定的な転換をもたらした。音楽の世界では、アーノルド・シェーンベルクが調性の崩壊を宣言し、無調音楽という新しい言語を創出する。彼の月にもたれるピエロは従来の音階体系を放棄し、人間の内面の不安や混乱を音で表現しようとする試みだった。こうした芸術的実験は社会的、政治的危機と密接に結びついていた。反ユダヤ主義の台頭、保守主義と自由主義の対立、民族主義の高まり、これらが知識人たちに閉塞感と危機意識をもたらし、伝統を超えて新しい表現の可能性を模索させる原動力となった。第一次世界大戦の終結とともに、ハプスブルク帝国は歴史の舞台から姿を消す。1918年、オーストリア・ハンガリー帝国が解体され、ウィーンはかつての帝国の中心から、新しく成立したオーストリア第一共和国の首都へとその地位を変える。しかし、その規模と人口は帝国時代の栄光とは比べ物にならないほど小さなものとなった。政治学者たちの間で体なき頭と呼ばれたこの都市は経済的にも深刻な打撃を受ける。インフレは極度に進行し、市民生活は困窮を極めた。知識人層の多くは国外へ亡命を余儀なくされ、アルベルト、エーリッヒ、ルートビヒ、ミーゼス、フリードリヒ、ハイエクといった思想家たちがアメリカやイギリスへと移住する。しかし、ウィーンは完全に想像力を失ったわけではなかった。1920年代から1930年代初頭にかけて、社会民主主義姿勢が推進した赤いウィーンと呼ばれる大胆な都市改革が新たな社会的実験を可能にした。市営住宅の大量建設、無料の医療制度、進歩的な教育政策、これらはすべて貧困層の生活向上と社会的平等の実現を目指したものだった。特にカルチェ、マルガレーテンやフランツ、ムルなどと呼ばれる巨大な共同住宅群は単なる住居ではなく図書館、
保育所、診療所、共同浴室を備えた、社会、特にホーフブルク宮殿、シェーンブルン宮殿、ベルベデーレ宮殿は、それぞれ異なる役割と美意識を体現しながら、帝国の栄華を今に伝えています。ホーフブルク宮殿は、何世紀にもわたってハプスブルク家の政治的中枢として機能した建築群であり、その規模と多様な様式の混在は、帝国の長い歴史と権威の変遷を物語っています。この宮殿は、中世の城郭から始まり、ルネサンス、バロック、ロココ、そして歴史主義へと時代とともに拡張され、変貌を遂げました。特に19世紀には、宮廷の儀礼的機能が強調され、豪華な舞踏会や音楽演奏が行われるグレート、サールや皇帝夫妻の私的な空間である茜色の部屋などが整備されました。これらの空間は単なる居住空間を超えて帝国の文化的支配と芸術的保護者としての自覚を示す象徴となりました。一方、シェーンブルン宮殿はハプスブルク家の夏の離宮としてより親しみやすく華やかな印象を持たせられています。この宮殿は17世紀末にバロック様式で建設され、18世紀にはマリア、テレジアの時代に至って、ヨーロッパでも屈指の宮廷文化の中心地となりました。宮殿内部には、金色の装飾と天井画が施された鏡の間や、マリー、アントワネットが過ごした小さな私室など、宮廷の華やかさと個人的な生活の痕跡が共存しています。また、広大な庭園とグロリエット展望台は、自然と建築の調和を象徴し、絶対王政の理想を視覚的に表現したものです。こうした宮殿群とは異なる役割を果たしたのが、ベルベデーレ宮殿です。もともとは将軍プリンツ、オイレンの夏の館として建設されたこの宮殿は、バロック建築の美しさと、後に近代美術の収蔵所としての役割を兼ね備えた、伝統と革新の接点とも言える存在です。特に、宮殿内に収蔵されているグスタフ、クリムトノン接吻は、フィンで、シエクル期のウィーンにおける芸術的変革の象徴として、今も多くの観客を魅了しています。建築様式の変遷もまた、ウィーンの文化的変容を映し出しています。19世紀後半には、環状大通り、リングシュトラーゼン沿いに、ネオルネサンスやネオバロックといった歴史主義様式の公共建築が次々と建設されました。これらは帝国の威信と新興ブルジョワ階級の地位向上を視覚的に表現するものであり、国立歌劇場や国会議事堂、市庁舎などがその代表です。しかし、20世紀初頭には、オットー、ワーグナーやアドルフ、ロースといった建築家たちが、装飾を廃し機能性を重視する近代建築の道を切り開きました。ロースの装飾は犯罪であるという主張は、やがて20世紀のモダニズム建築の原点となるのです。こうした建築の流れは、ただの美術史の一部ではなく、ウィーンという都市の精神そのものを反映しています。帝国の威厳を示す宮殿と変革を求める近代建築の共存は、伝統と革新、権威と自由の緊張関係を象徴していました。そしてそれは、やがて音楽、美術、文学、哲学、科学など、あらゆる分野での創造的爆発へとつながっていきます。1890年から1914年にかけてのウィーンは、ベル、エポックという時代の流れの中で、文化的、知的精神的な中心地としての地位を不動のものにしました。この時期のウィーンは、帝国の政治的不安定と社会的矛盾が増す一方で、芸術、音楽、文学、科学、哲学の分野で驚くべき創造性を発揮し、20世紀の文化的革命の火種を育てました。特にユダヤ系中産階級の台頭、伝統的価値観の崩壊、多民族国家としての内部矛盾が交錯し、ウィーンという都市に得意な文化的エネルギーを生み出しました。芸術の世界では、グスタフ、クリムトを中心に、ウィーン分離派が伝統的なアカデミー芸術からの脱却を宣言しました。彼らは、芸術のための芸術という理念のもと、装飾性と象徴性を重視するユグエントシュティル、青年様式を展開します。クリムトの接吻やベートーベン、フリーズは、この時代の官能性と内面性の探求を象徴する作品であり、精神分析や哲学の影響を強く受けながら、個人の意識と無意識の境界を探る芸術表現を切り開きました。音楽の分野では、
アーノルド・シェーンベルクが従来の調整音楽の枠組みを破り、12音技法の基礎を築きました。彼の無調音楽は、音楽の近代主義を象徴し、後の第二ウィーン楽派として知られるアルバン・ベルクやアントン・ウェーベルンと共に、20世紀の音楽に決定的な影響を与えます。また、グスタフ・マーラーの交響曲には、存在の不安や死への需要が深く刻まれ、音楽を通じて人間の内面を探る試みが進められました。文学の世界でも、アーサー、シュニッツラーやステファン、ツバイク、フーゴ、フォン、ホフマンスタールらが、意識の流動性や無意識の力学を描写することで、心理的リアリズムを進化させました。シュニッツラーの作品は、ウィーンの中産階級の道徳的偽善と性の抑圧を鋭く暴き、フロイトの精神分析学と呼応するものでした。フロイト自身もこの時期、夢判断を発表し、無意識、抑圧、願望、小欲動といった理論を展開し、人間の行動の背後に潜む非合理的な力を解明します。彼の理論は芸術、文学、哲学に深い影響を及ぼし、近代的自我の再定義を促しました。哲学、思想の面では、エーリヒ、フーガーやオットー、ウェインリンガーが天才を変革的想像力の象徴として再評価し、伝統的合理主義への反動として直感や感情、個性の重要性を強調しました。この天才崇拝は芸術的、知的エリートの自覚と民主化、大衆化への抵抗の表れでもありました。科学技術の分野でもルードヴィヒ、ボルツマンの熱力学、エルンスト、マッハの実証主義的哲学、マックス、ファクターの電気工学研究などが従来の世界観に挑戦しました。特にマッハの感覚の分析はアインシュタインの相対性理論に影響を与えたとされ、物理学のパラダイムシフトを先導しました。また、オスカー・フィッシャーによる精神病理学の研究やビバリウム実験所での生物学的実験など自然科学と人間理解の接点が探られました。このようにベル・エポック期のウィーンは政治的、社会的危機と並行して文化的、知的精神的な創造性が集中した時代でした。帝国の終焉に向かう中で芸術と思想は新たな表現形式を模索し、人間の内面と社会構造の根本的な問いを投げかけることになりました。ウィーン分離派の登場は芸術の世界における革命的な転換点でした。グスタフ、クリムト・オスカー、ココシカ、エゴン、シーレらによって展開された新しい芸術表現は、それまでのアカデミー芸術の規範を打ち破り、個々の内面と感情を直接的に表現する道を切り開きました。この動きは、アール、ヌーボーや表現主義といったヨーロッパ全体の芸術潮流と深く結びつきながら、ウィーンという都市特有の文化的背景と融合し、独自のスタイルを形成しました。クリムトの作品には、装飾性と官能性が共存しています。接吻は、金箔をふんだんに使用し、恋人たちの肉体と心の融合を神秘的な美しさで描き出しました。この作品は、単なる恋愛の描写を超えて、人間の根源的な欲求と存在の神秘を象徴しています。また、彼のベートーベン、フリーズは、音楽の力と芸術の救済的な可能性を視覚化し、音楽と絵画の融合を試みた傑作です。ココシカとシーレは、さらに内面的な探求を深めました。ココシカの肖像画には、モデルの精神的な不安や激情が直接的に反映され、人物の個性と心理が強調されています。彼の風にさらわれた恋人たちは、愛と不安、希望と破滅の緊張感を表現し、20世紀初頭の不安定な時代精神を映し出しています。シーレに至っては、人体を鋭い線で描写し、性的なテーマや存在の孤独をむき出しにしました。その作品には、社会的な制約を破るような表現が随所に見られ、精神分析や哲学の影響を強く受けながら、個々の存在そのものの本質を探る試みが込められています。これらの芸術家たちの活動は、アール、ヌーボーや表現主義といった国際的な芸術運動と深く結びつきながら、ウィーン独自の文化的背景と融合しました。アール、ヌーボーの流麗な曲線と装飾性は、ウィーン分離派の作品にも反映され、一方で表現主義の直接的な筆致と色彩は、
内面の感情を直接的に表現する手段となりました。このように、ウィーンの芸術は、伝統と革新、装飾と抽象、官能と精神の対立と融合を象徴するものであり、20世紀の芸術の方向性を決定づける重要な役割を果たしました。ウィーンは、音楽の都としての地位を、モーツァルトからマーラーに至る音楽史の流れの中で築きました。この年には、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ヨハン、シュトラウス、マーラー、シェーンベルクと、音楽史上の巨匠たちが集い、それぞれが時代の精神を音楽に込めて表現しました。モーツァルトは、1781年にウィーンに定住し、オペラや交響曲、ピアノ協奏曲など数多くの作品を生み出しました。彼のオペラ、フィガロの結婚やドン・ジョバンニ・マテキは、音楽と劇の融合を極め、人間の感情と社会の矛盾を鋭く描き出しました。また、彼のピアノ協奏曲や弦楽四重奏曲は、形式の完成と個性の表現を両立させ、古典主義の到達点を示しています。ベートーベンは、ウィーンで音楽教育を受け、海抜の都に深く根ざしながら、音楽表現の枠を大きく広げました。彼の交響曲第9番合唱は、人間の理想と普遍的な連帯を音楽で表現し、音楽史上の金字塔となりました。また、彼のピアノ、ソナタや弦楽四重奏曲は、音楽の内的探求を深め、後のロマン派や現代音楽に大きな影響を与えました。シューベルトは、ウィーンの市民階級の生活と自然への同型を音楽に込めて、歌曲というジャンルを芸術の頂点に押し上げました。彼の冬の旅や美しい水車小屋の娘は、詩と音楽の融合を極め、人間の孤独と希望を繊細に描き出しました。また、彼の交響曲未完成や偉大なるは、音楽の叙情性と構成力のバランスを象徴しています。ヨハン・シュトラウス2世は、ワルツの王として、ウィーンの社交界を音楽で彩りました。美しい青きドナウをはじめとするワルツは、ウィーンの都市文化と密接に結びつき、音楽の都としてのイメージを世界中に広めました。マーラーは、ウィーン国立歌劇場の音楽監督として活躍し、その交響曲には存在の不安や死の需要が深く刻まれています。彼の音楽は、巨大なオーケストラと詩的構成によって、人間の内面を探る哲学的な表現を追求しました。また、シェーンベルクは、調整音楽の限界を乗り越え、無調音楽と12音技法を確立し、音楽の近代主義を切り開きました。このように、ウィーンは、音楽の都としての伝統を、時代ごとに新しい表現形式で更新し、世界にその名を轟かせてきました。今日でも、ウィーン、フィルハーモニー管弦楽団や国立歌劇場は、世界最高水準の音楽を届け続けており、この都市の音楽的遺産は、現代においても、その輝きを失っていません。ウィーンのカフェは単にコーヒーを飲むための場所ではなかった。19世紀末から20世紀初頭にかけて、この都市の石畳の路地にひっそりと佇む木製の扉の向こうには、思想が芽生え、文学が書き直され、音楽が即興で生まれる空間が広がっていた。中央カフェ、ラウテンシュラーガー、カフェ、グリューンシュトゥーベルといった名だたる喫茶店は、あたかも都市の知的循環器系の一部のように、知識人たちの思考を巡らせていた。これらは自宅でも職場でもない第三の空間として、芸術家、哲学者、作家、科学者が自由に集い、議論し、対話を交わす場所となった。特に第一次世界大戦後のウィーンは、帝国崩壊の余波を受け、経済的不安と政治的混乱が日常となり、人々は安定を求めて知的交流に傾倒した。そのような時代の渦の中で、カフェは精神的避難所であり、同時に激しい思考の戦場でもあった。ある冬の午後、アドルフ・ロースが中央カフェの隅に座り、建築のスケッチをノートに走らせていても、誰も驚かなかった。彼はテーブルの向こうに座る若いジャーナリストと、装飾の無意味さについて熱を込めて語った。彼の言葉は鋭く、時には攻撃的ですらあったが、それがこの空間の特権だった。ここでは、身分や職業、所属する階級が問われず、言葉の質と思想の深さだけが評価された。カール・クスは、新聞の原稿を書きながら、周囲の会話を盗み聞きし、
その矛盾を風刺の刃として練り直した。スティーファン・ツバイクは、カフェの静けさの中で小説の伏線を組み立て、読者を引き込む心理描写を練り上げた。これらの人物たちが同じ空間で交差したとき、ウィーンの文化は一気に加速したのである。カフェの文化が育んだのは、単なる社交ではなく、思想の交配だった。科学者と詩人が隣同士で語り合い、音楽家が哲学者の理論を音楽に翻訳しようとする。このような境界のない対話が、ウィーンの文化を独特なものにした。ある日、若い数学者が、アール・ヌーボーの装飾的な照明を見ながら、この曲線は機能を無視している、とつぶやいた。すると、それを聞いていた建築家が、では、美は機能の結果であるべきだ、と返した。この一見些細なやりとりが、後にオットー・ワーグナーの都市設計や、アドルフ・ロースの装飾は罪である、という思想にまで影響を及ぼすのである。カフェのテーブルは、理論の実験場であり、時代の空気を測る気圧計のような役割を果たしていた。こうした知的活動の背景には、ウィーンが持つ独特な社会構造があった。多民族帝国の中心として、ウィーンはドイツ人、ハンガリー人、チェコ人、ユダヤ人、スラブ系の人々が混在する国際的な都市だった。言語も文化も異なる人々が、共通の知的関心によってつながっていた。カフェは、その多様性を受け入れる唯一の場所であり、異なる価値観が衝突し、融合するるつぼとなった。例えば、あるユダヤ系哲学者が、カトリックの神学者と宗教と倫理について議論し、その場にいた音楽批評家が、彼らの対話を音楽の構造に例えて解釈するような光景が日常的に見られた。このような環境がなければ、フロイトの精神分析も、ウィーン学派の論理実証主義も生まれなかったかもしれない。カフェの存在は、知識人の生活スタイルそのものにも影響を与えた。多くの作家や学者は、自宅に書斎を持たず、カフェの決まった席を移動するオフィスとして利用していた。彼らの原稿は、コーヒーの香りと周囲のざわめきの中で生まれた。その空間には、孤独と共同が共存していた。一人で座っていても、誰かがいつでも声をかけてくる可能性がある。この微妙なバランスが創造性を刺激した。フランクルもまた、学生時代からカフェを学びの場として利用していた。彼は、あるインタビューで、私が最初に存在の意味について真剣に考え始めたのは、カフェで一人の自殺未遂者の手紙を読んだ時だった、と語っている。その手紙には、何もかもが灰色に見える、と書かれていた。フランクルはその言葉に心を打たれ、後に意味への意志を理論化するきっかけとした。カフェは、このような個人的な葛藤と普遍的な問いが交差する場でもあった。ジークムント・フロイトは、ベルビューベルガー通り20番地の診療所で、人間の心の深層に光を当てようとしていた。19世紀末、医学の主流はまだ体の病変に焦点を当てていたが、フロイトは、心の病が物理的な損傷とは無関係に存在することを確信していた。彼の診療室には、抑うつ、ヒステリー、強迫観念に悩む人々が次々と訪れた。彼らの多くは、医学的検査では異常が見つからず、それでも苦しみは現実のものだった。フロイトは、その苦しみの源が意識の奥深くにある、無意識にあると仮説を立てた。そして、その無意識にアクセスする手段として、自由連想法を導入した。患者に思いついたことを何でも話し、抑制せずに言語化させることで、抑圧された記憶や欲望が表面化すると考えたのである。この方法論の根底には、夢は願望の達成である、という大胆な主張があった。1900年に発表された夢判断は、それまでの心理学の常識を覆すものだった。夢は単なる脳の雑音ではなく、無意識の欲望が象徴的に表現されたメッセージであるとフロイトは説いた。ある女性患者が蛇に追われる夢を見たと話したとき、フロイトはそれを性的抑圧の象徴と解釈した。彼女の父親が非常に厳格で、性についての話題を一切許さなかったことから、蛇は性的象徴として機能していると分析した。このように、フロイトは個人の経験と象徴のネットワークを結びつけ、心理の深層構造を読み解こうとした。しかし、
フロイトの理論は当時の医学界からは異端視された。多くの医師は無意識という目に見えない概念を科学的根拠がないと批判し、精神分析を哲学的空論と貶めた。フロイト自身も初期には学会からの承認を得られず、孤独な戦いを強いられた。それでも彼の周囲には次第に志を同じくする人々が集まり始めた。アルフレート・アドラー、カール、グスタフ、ユング、サンドール、フェレンツィらがウィーン精神分析学会を結成し、定期的に集まって議論を交わした。その会議の多くはフロイトの自宅や近くのカフェで行われた。彼らは患者の症例を共有し、理論の矛盾点を激しく議論した。ある夜、ユングが無意識には個人的無意識だけでなく、人類共通の集合的無意識があると主張し、フロイトは激しく反論した。この対立はやがて二人の決別につながるが、その議論の熱量こそが精神分析の理論を磨き上げる原動力となった。フロイトの最大の貢献は単に心理療法の手法を確立しただけではない。彼は人間は理性の動物ではなく欲望の動物であるという視座を提示し、啓蒙思想以来の合理主義的自己像に根本的な疑問を投げかけた。私たちが思っているほど自分自身を理解していないこと。行動の多くが意識の及ばない領域で決定されていること。フロイトはこの人間の非合理を受け入れることから真の自己理解が始まると説いた。彼の理論は文学や芸術にも大きな影響を与えた。トーマス・マンはマヤマフで登場人物の内面の葛藤を精神分析的手法で描写し、ロバート・ミュジルはフィンファース・テルツェンで理性と衝動の対立を哲学的に掘り下げた。フロイトの思想は後にビクトール・フランクルによってさらに進化されることになる。フランクルはフロイトの快楽原則を出発点としながらも、現代人の苦しみが快楽の不足ではなく意味の欠如にあると指摘した。ある青年が何もかもがつまらないと訴えたとき、フランクルは彼に誰かを愛していますかと尋ねた。その問いかけが青年の意識を内面へと向かわせ、妹への思いやりという具体的な意味を見出させた。この瞬間、フランクルは意味への意志が人間の本質であると確信した。フロイトが欲望の解明に注力したのに対し、フランクルは意味の発見に焦点を当てた。二人の思想は対照的でありながら、互いを補完する関係にある。1920年代、ウィーンの大学とカフェの間を往復する一群の哲学者たちがいた。彼らは、モーリッツ、シェリック、ルートビヒ、ウィトゲンシュタイン、オットー・ノイラートを核とし、ウィーン学派として知られるようになった。彼らの目標は明確だった。哲学を科学的にすること。それまで哲学は、形而上学的な議論や直感的な主張に陥りがちだったが、彼らはこれをやめ、観察と論理によってのみ正当化される知識体系を構築しようとした。彼らの集会は、シェリックの研究室や中央カフェの個室で行われ、議題は物理学の基礎、言語の論理構造、科学的理論の検証可能性など、極めて専門的だった。ウィトゲンシュタインは、論理哲学論考で、世界は事実の相対である、と宣言し、言語が世界をどのように描くかを論じた。彼の考えによれば、意味のある命題は、現実の事態と論理的に対応していなければならない。例えば、猫が箱の中にいるという文が意味を持つのは、それが実際に確認可能な状況と結びついているからだ。一方、神は慈愛に満ちているという文は、それが観察不能であり、検証不能であるため、哲学的議論の対象から除外されるべきだとした。この検証可能性の原則は、ウィーン学派の中心的な信条となった。形而上学や宗教的主張は、無意味な言語であるとされ、科学的探求の範囲外に置かれたのである。しかし、この過度に厳格な立場は内部でも批判を生んだ。ある会合で若い哲学者が、では、倫理や美について語ることはすべて無意味なのか、と問いかけた。ノイラートは、倫理は感情の表明であり、科学的命題ではないが、社会的合意としての価値はある、と答え、絶対的な無意味論を修正した。
このような議論を通じて、ウィーン学派は単なる排他主義ではなく、科学的思考の枠組みを社会にどう適用するかという実践的な問題にも向き合うようになった。彼らは、統一科学という雑誌を発行し、物理学、社会学、心理学を一つの論理的基盤で統合する構想を掲げた。この思想的潮流は、ナチスの台頭とともに急激に影を潜めた。1934年にシェリックが暗殺され、ウィトゲンシュタインは英国へ亡命した。ノイラートもスウェーデンを経てアメリカに逃れた。ウィーン学派の活動は、物理的にも思想的にも壊滅したかに見えた。しかし、彼らの理念は、後にアメリカの分析哲学や科学哲学の発展に大きな影響を与えることになる。彼らが問いかけていたのは、何を信じるべきか、という根源的な問題だった。その答えとして、彼らは、検証可能なものだけを信じよ、という冷静な声を残した。オットー・ワーグナーとアドルフ・ロースは、ウィーンの街そのものを思想の表現に変えた建築家だった。ワーガナーは、ウィーンの地下鉄駅や郵便貯金局の設計を通じて、機能が美を生む、という近代的信念を都市に刻み込んだ。郵便貯金局の外壁には、アルミニウム製のパネルが幾何学的に配され、装飾は最小限に抑えられていた。これは単なる美意識の問題ではなく、公共建築に求められる透明性と効率性を象徴していた。彼は、現代の建築は、現代の素材と技術を率直に表現すべきだと語り、鉄、ガラス、セメントを誇らしげにさらけ出した。一方、ロースはさらに過激な立場を取った。装飾は罪である、という彼の主張は、アール・ヌーボーや歴史主義の装飾方に鋭く批判を向けた。彼の設計したロース邸は、白い壁に10王の窓が整然と並ぶ、極めて簡素な外観を持っていた。内部も家具一つに至るまで無駄を排し、機能に徹していた。彼は、装飾は文化的対価の兆候だ、と言い切った。それは、文明が成熟するほど、無駄を捨て、本質に集中するべきだという信念の表れだった。二人の思想は、ウィーンの都市計画に深く根ざしていた。彼らは、都市が単なる建造物の集合ではなく、人々の生活を支える有機的システムであると考えた。ワーガナーが設計した地下鉄は、単に交通手段にとどまらず、市民の平等な移動権を保障する社会的インフラだった。ロースの建築は、個人の尊厳と自立性を尊重する生活空間を提供しようとした。彼らの設計には、美しさよりも正しい生き方への問いが込められていた。この思想的誠実さが今日でもウィーンの都市景観に息づいている。20世紀初頭のウィーンはハプスブルク帝国の首都としてヨーロッパの政治的、文化的中枢であった。広大な多民族国家の中心地として、この都市はドイツ語文化圏の知的拠点として哲学者、科学者、芸術家、医学者が集結する国際的な地の交差点であった。特にユダヤ系知識人は、この知的隆盛の中で中心的な役割を果たした。彼らは帝国の制度的制限下にありながらも、教育への強い意欲と都市的知性の発展によって、医学、哲学、心理学、経済学、芸術の各分野で卓越した貢献を遂げた。ウィーンの大学や研究機関、新聞社、劇場、カフェは、ユダヤ系知識人が自由な思想の交換を行う重要な場となり、その存在は都市の精神的風景を決定づけた。この知的活力の源泉として、西ゲオルク、シメルやエルンスト、マッハといった先駆者たちが築いた学問的土台も不可欠であった。精神分析の創始者であるジークムント、フロイトは、ウィーンの知的環境を象徴する人物である。1890年代から1930年代にかけて、彼はベルベデーレ通りの診療所で無意識の構造を解明する理論を体系化した。フロイトは、当時の医学が無視してきた夢、抑圧、性欲、幼児期の経験という領域に光を当て、人間の心の奥底に潜む動機を科学的に探求しようとした。彼の理論は、宗教的道徳や社会的規範が個人の内面に及ぼす影響を暴き出し、近代人の精神的葛藤を理解するための新しい枠組みを提供した。フロイトの周囲には、アルフレード・アドラー、カール、
グスタフ、ユング、オットー、ランクなど多くの弟子と論争相手が集まり、精神分析は単なる医学的手法ではなく、文化全体に波及する思想運動へと成長した。彼は帝国崩壊後の混乱期にもウィーンに留まり続け、1919年に発表したトーテムとタブーや不気味なものなど、人間の文化的起源や恐怖の心理構造に関する深い思索を続けた。音楽の分野でも、アーノルト・シェーンベルクは12音技法を確立し、伝統的調整音楽の枠組みを根本から覆した。彼はウィーン生まれのユダヤ系作曲家であり、その音楽は当時の聴衆にとって衝撃的で難解なものとされた。しかし、彼の革新はその後の現代音楽に決定的な影響を与え、ピエール、ブーレーズやカール・ヘインツ、シュトックハウゼンといった20世紀の巨匠たちに引き継がれた。シェーンベルクはまた画家としても活動し、表現主義的視覚芸術にも関与していた。彼の周囲には、アントン、ウェーベルンとアルバン、ベルクという2人の弟子がおり、彼ら3人は第二ウィーン学派と呼ばれ、音楽史上に不滅の足跡を残した。ベルクはオペラボツェックやルルにおいて、社会的阻害と人間の破滅を劇的に描き出し、音楽と文学、心理学が融合した芸術の新たな可能性を示した。哲学の領域では、ウィーン学派、通称ウィーンサークルが論理実証主義の旗印を掲げ、科学的知識の基盤を再定義しようとした。このグループは、モーリッツ・シュリックが1922年にウィーン大学で設立した非公式の研究会が起源であり、ルートヴィヒ、ウィトゲンシュタイン、クルト、ゲーデル、ハンス、ハーン、オットー、ノイラート、ルドルフ、カルナップなどが中心メンバーであった。彼らは、形而上学的命題は無意味であり、科学的に検証可能な命題だけが真の知識であると主張した。この考え方は、20世紀の科学哲学に革命をもたらし、分析哲学の発展に決定的な貢献をした。特にウィトゲンシュタインの論理哲学論考は、言語と現実の関係を論理的に分析する画期的な著作として評価された。しかし、1936年にシュリックが元学生に暗殺されると、学派の活動は急速に停滞し、ナチスの台頭とともにその知的基盤は瓦解の危機にさらされた。これらの知識人の多くはユダヤ系であり、1930年、大後半の政治的激変の中でその存在が脅かされるようになった。1938年のオーストリア併合、アンシュルスによって、ナチスドイツの支配下に置かれたウィーンでは、ユダヤ人に対する迫害が即座に始まった。ユダヤ系医師は病院から追放され、教授職を解任された。フロイトは1938年6月、英国への亡命を余儀なくされ、そのわずか数ヶ月後にロンドンで亡くなった。彼の著作はナチスによって公衆の面前で焼却され、精神分析はユダ派の偽科学とみなされた。シェーンベルクも、ウィーン学派のメンバーも、ほとんどが国外へ逃れた。ベルクは1935年にすでに死去していたが、彼の作品は上演禁止となり、名声は抹消されようとした。オーストリア経済学派のルートヴィヒ、フォン・ミーゼスやフリードリヒ、ハイエクも迫害を逃れてスイス、イギリス、アメリカへと移住した。この知的エリート層の大規模な喪失は、ウィーンの文化的基盤を根本から破壊した。ハンナ・アーレントは、ウィーンの一般市民がドイツ軍の到着を待つまでもなく、自発的にユダヤ人迫害に加担したと指摘している。彼女は、ナチスの軍隊が到着する前から、オーストリア人の間でユダヤ人の家への襲撃や略奪が広がっていたと述べ、これは先制的服従の現象であると分析した。この動きは、国家の崩壊によるアイデンティティの不安定さと経済的困窮の中で、スケープゴートを求める心理が結びついた結果であった。ユダヤ人は長年にわたり、帝国の近代化と知性の象徴として尊敬されていたが、同時に異質な存在として差別も受けていた。その二重性が危機の時に露呈し、急激な排除へとつながった。この知的伝統の断絶は、単なる人材流出ではなく、都市の精神的 DNA の喪失を意味した。ウィーンは、自らが生み出した近代の地を、自らの手で葬ることになったのである。
1918年、オーストリア・ハンガリー帝国は第一次世界大戦の敗北とともに崩壊した。この出来事は、ウィーンにとって単なる政治的転換ではなく、存在の根幹を揺るがす劇的な変化であった。かつて2億人を統治した多民族国家の中心都市が、突如として500万人にも満たない小国の首都に転落したのである。旧帝国の領土は分裂し、チェコスロバキア、ユーゴスラビア、ポーランド、ルーマニアなどに分割された。ウィーンはもはや帝国の中心ではなく、孤立したドイツ語話者の飛び地となった。食料やエネルギーの供給ルートが断たれ、都市は深刻な物資不足に見舞われた。インフレは進行し、通貨は紙くず同然になり、市民の生活は極度の困難にさらされた。失業率は急上昇し、戦争帰還兵や難民の流入が社会的緊張を一層高めた。このような混乱の中、1919年に社会民主党がウィーン市議会で過半数を獲得し、赤いウィーンと呼ばれる社会民主主義的統治が始まった。この政策は、資本主義の矛盾を補完する大規模な社会改革として設計された。住宅危機に対応するため、市営の集合住宅プロジェクトが大々的に展開された。有名なカール・マルクスホーフをはじめとする巨大な労働者住宅群が建設され、清潔な水道、暖房、共同浴室、保育所、図書室、診療所を備えた近代的な生活空間が提供された。これらの建物は単なる住宅ではなく、社会的平等と市民の尊厳を象徴する政治的宣言であった。建築家マルティン・ロースらが設計を担当し、機能主義と社会正義が融合した都市計画のモデルとなった。これは、ヨーロッパ全土に影響を与える先駆的な試みであり、後の福祉国家の原型とも言える。教育と医療の分野でも画期的な改革が行われた。無料の義務教育が拡充され、成人教育や夜間学校が設置された。労働者階級の指定が高等教育にアクセスできる機会が増し、社会的流動性が促進された。医療制度では、市営病院の整備や予防医療の推進が図られ、出産手当や母子保護制度も導入された。このような政策は、都市の知的基盤を強化する役割も果たした。フロイトは、この環境の中で精神分析の理論を進化させることができた。彼の患者の多くが、社会的不安や経済的ストレスに苦しむ中産階級や労働者階級の女性であったことから、彼の理論は社会的状況と深く結びついていた。また、芸術家たちも、この公共的支援の下で創作活動を続け、新しい表現形式を模索した。しかし、赤いウィーンの改革は、カトリック教会と保守派からの強い反発を招いた。彼らは、社会民主党の政策を、マルクス主義的プロパガンダと批判し、家庭、宗教、伝統的価値観の崩壊を懸念した。地方の農村地域では、都市の急進的な改革が畏怖の対象となり、都市と地方の対立が深まった。1920年代後半から1930年代にかけて、政治的暴力が増加し、右翼民兵組織と社会主義者の武装グループが衝突する事態が頻発した。1934年には、オーストリア内戦が勃発し、社会民主党は武力で弾圧され、その政権は終焉を迎えた。その後、オーストリアはオーストロファシズム体制へと移行し、1938年のナチス併合へとつながっていく。赤いウィーンの理想は、政治的現実の前に脆くも崩れ去ったのである。この時代のウィーンは、文化的には極めて生産的であったが、政治的には極度に不安定であった。帝国の崩壊は、単に領土の喪失だけでなく、人々のアイデンティティの喪失でもあった。ドイツ語を話す人々は、自分たちがどこに属するのかという根本的な問いに直面した。合併、アントンを求める声も高まったが、ベルサイユ体制によって阻止された。このようなアイデンティティの危機が、ナショナリズムと反ユダヤ主義の台頭を後押しした。かつての帝国の多様性は、混乱の時代に混乱の原因として否定され、単一民族国家志向が強まった。この文化的、政治的分断は、ウィーンがその後の歴史で直面する諸問題の根源となった。20世紀末から21世紀にかけて、
ウィーンは自らの歴史的遺産を再評価し、文化政策を通じてその継承を図るようになった。特に1989年の冷戦終結を契機に、ウィーンは再びヨーロッパを志向する都市としての役割を担い始めた。東西の架け橋としての地政学的優位性を生かし、国際機関の集積が進んだ。国連ウィーンオフィスは、国際原子力機関 IAEA、国際薬物統制委員会 INCB 宇宙空間平和利用委員会、コプオスなど重要な機関を擁し、外交と国際協力の中心地となった。この存在は、ウィーンが単なる観光都市ではなく、現代のグローバルガバナンスにおいても重要な役割を果たしていることを示している。都市の景観には、帝国時代の宮殿と現代的な国際機関の建物が共存し、過去と現在が重層的に融合している。文化的な継承の象徴として、ミュージアムクォータ MQ は2001年にオープンした。かつては宮廷馬小屋と厩舎であったこの敷地は、近代的な美術館、劇場、デザインセンター、カフェ、イベントスペースとして再開発された。アルベルティーナ美術館の分館、ライテルバッハ美術館、モダン美術館、ムモックなどが集積し、20世紀から21世紀の前衛芸術を網羅する展示が行われている。このプロジェクトは、過去の建造物を破壊せずに現代的価値を付加する持続可能な都市再生のモデルとして評価された。また、毎年開催されるウィーン芸術週間、ウィーナー。フェストーチンは国際的な現代演劇、音楽、パフォーマンスアートを紹介する重要なプラットフォームとなっている。音楽の伝統も今日においても活発に継承されている。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団はニューイヤーコンサートを通じて世界中の家庭にウィーンの文化を届けている。このコンサートはヨハン・シュトラウス2世やフランツ・レハールといった19世紀末の作曲家の音楽を基調とし、都市の輝かしい過去を祝う儀式的な性格を持つ。一方で、現代音楽の進行も進められており、アルバン、ベルク、コンセルバトールやウィーン音楽大学は、伝統と革新の両方を教育する重要な拠点である。クラシック音楽だけでなく、ジャズ、電子音楽、実験音楽のフェスティバルも盛んに行われ、都市の音の多様性が保たれている。しかし、この遺産の継承には、観光と保存のジレンマが常に伴う。年間数百万の観光客が、シェーンブルン宮殿、ベルベデーレ宮殿、ステファン大聖堂などを訪れる。これらの名所は都市の財政にとって不可欠な収益源であるが、過剰な観光は文化的空間の日常性を損なうリスクをはらんでいる。地元住民の生活圏が商業化され、住宅が民泊に転用されるなど、都市の社会的構造に変化が生じている。また、観光向けの美化された過去の提示が、ナチズムや反ユダヤ主義といった暗部の記憶を隠蔽する傾向を強めるという批判もある。ウィーンは、自らの複雑な歴史を単なる観光資源として消費するのではなく、記憶と対話の場として再構築する努力が求められている。ウィーンの歴史は、包摂と排除の二重性を常に内包している。ハプスブルク帝国は、複数の民族、言語、宗教を統合するという壮大な実験であったが、その統治は常に中央集権的なドイツ語文化の優位を前提としていた。チェコ人、ハンガリー人、スラブ系諸民族は、帝国の構造の中で差別と同化の圧力を受けていた。この多民族国家の矛盾は、19世紀末から20世紀初頭のウィーンで顕在化した。政治家カール・ルーガーは、反ユダヤ主義を公然と掲げ、民主的支持を得た。彼のレトリックはドイツ人のウィーンを守るというナショナリズムに基づきユダヤ人を外部の侵入者として描いた。この動きは帝国の多文化性を否定し単一民族国家志向へと導く重要な転換点となった。戦後オーストリアはナチスの最初の犠牲者としての公式な立場を国際社会に主張した。しかしこの物語は多くのオーストリア人がナチスに協力したという事実を隠蔽するものであった。1986年に大統領候補となったクルト・バルトハイムが戦時中のドイツ軍での経歴を隠していたことが発覚した際、社会は大きな動揺に見舞われた。この事件は
オーストリア社会が自らの過去に向き合えていないことを世界に暴露した。1990年代には、ヨルク・ハイダー率いる自由党が台頭し、我々の兵士は名誉あるものだったという発言で、ナチス兵を正当化するような言説を広めた。このような歴史修正主義的な傾向は、移民に対する排外主義と結びつき、現代の政治に影響を与え続けている。今日のウィーンは、再び多文化都市としての転換を求められている。トルコ、バルカン、中東、アフリカからの移民が、都市の人口の約 30% を占めるまでになっている。彼らの文化的存在は、食文化、音楽、宗教空間にまで広がっている。しかし、右派政党の支持基盤は依然として強く、移民排斥を訴える声も根強い。ウィーンは、かつての多民族帝国の教訓をいかに生かすかという課題に直面している。過去の記憶を否認するのではなく、それを公共の対話に取り入れることが、真の多文化共生の鍵となる。都市の遺産は、宮殿や音楽だけではなく、その複雑な歴史的経験そのものである。ウィーンは、ヨーロッパの未来を示唆する都市として、記憶と包容の政治を模索し続けている。ウィーンの歴史と文化を語るにあたって、その叙述が常に完全で中立的であるとは限らない。私たちが現在手にしている資料の多くは、ドイツ語圏を中心とする学術的伝統に根ざしており、その言語間と文化的枠組みの内側から構築されている。このことは、必然的に情報の変更を生む要因となる。例えば、フロイトやウィーン、サークル、シュニッツラーといった著名な男性知識人の業績は詳細に記録され、継続的に研究されている一方で、同時代を生きた女性やユダヤ人コミュニティ、あるいはスラブ系やハンガリー系の知識人に関する記録は相対的に希薄である。彼らの声は当時の制度的構造や社会的規範によって文書化されにくく、記憶されにくい立場に置かれていた。その結果、私たちが世紀末ウィーンとして思い描く知的風景は、ある種の選択的視覚を通して形成されたものであり、全体像から見れば欠落した断片をつなぎ合わせたものに過ぎないかもしれない。特に女性の視点の不足は顕著である。19世紀末のウィーンでは、女性が大学に入学することさえ制限されていた時代があり、公的な知識の場へのアクセスは極めて限定的だった。それでも、アリソン、ローズの研究が示すように、ユダヤ系女性を含む知的女性たちは、サロンや非公式な学習グループ、出版活動を通じて、自らの思想を発信し、アイデンティティを再定義しようとする努力を続けた。しかし、こうした活動は往々にして私的な領域に閉じ込められ、公式な記録に残りにくい性質を持っていた。その結果、彼女たちの貢献は、補足的、終焉的として扱われがちであり、主流の知的ナラティブに統合されることは稀だった。フェミニスト研究者たちが近年、このような空白を埋めるために、日記、手紙、未発表原稿といった一次資料の再検討を進めているが、それらの資料自体が断片的であるため、完全な再構成は困難を極める。さらに、非西洋的視点の欠如も深刻な問題である。ウィーンは多民族帝国ハプスブルク家の首都でありながら、その文化的物語は依然として西洋的現代性の枠内で語られることが多い。東ヨーロッパやバルカン半島、さらにはオスマン帝国との境界地域に位置していたこの都市は、実際にはヨーロッパとアジア、キリスト教とイスラム教、中央と終焉の接点としての役割を果たしていた。ヘインの指摘するところでは、ウィーンは接触体として個人主義と集団主義、自立と相互依存という文化的価値の衝突と融合の現場となっていた。しかし、こうした文化的工作の現象は、従来の研究では単なる背景要因として扱われがちであり、その独自性や独自の知的生成メカニズムとしての価値が十分に評価されていない。このような情報の変更は、単なる資料の欠如という問題にとどまらない。知識の生産そのものに内在する権力構造を問い直す必要がある。誰の声が記録され、誰の思想が継承されるのか、この問いは単なる歴史学の課題ではなく、文化記憶の政治性そのものに関わるものである。
例えば、オーストリア学派の経済思想が世界的に影響力を有する一方で、同じ時期にウィーンで活動していた社会民主主義系の労働者教育運動や女性解放運動の理論的貢献は比較的低い評価しか受けていない。これは知識の価値判断が言語、性別、階級、民族といった社会的属性に強く影響されている証左でもある。このように従来の人文研究が直面する限界を補う新たなアプローチとしてデジタル人文学の可能性が注目されている。情報技術の発展により膨大な一次資料を迅速に分析し、視覚的に表現する手法が現実のものとなった。例えば、テキスト、マイニングを用いることで、新聞記事や個人の通信文、未発表の原稿群の中に潜むテーマや語彙の使用傾向を抽出することが可能になる。これにより、女性作家や終焉的な知識人がどのような言語を用いて自己を表現し、社会に訴えていたのかを定量化された形で把握できるようになる。ネットワーク分析は、ウィーンの知的コミュニティを可視化する上で特に有効である。フロイトを中心とする精神分析グループ、ウィーン、サークルの哲学者たち、シュニッツラーを含む文学サロン、これらはそれぞれ独立した存在として語られることが多いが、実際には多くの人物が複数のネットワークに重複して参加していた。デジタルツールを用いることで、こうした重層的な関係性をグラフとして描き出し、思想の伝播経路や影響の中心点を特定できる。例えば、ある女性知識人が複数の男性思想家の間を仲介する役割を果たしていたことがデータ上明らかになれば、彼女の歴史的意義は大きく再評価されるだろう。GIS マッピングを活用すれば、思想の地理的分布を空間的に把握することも可能になる。当時のウィーンは、リングシュトラーセを境に、裕福な上層階級が住む内側と、労働者階級や移民が密集する外側が明確に分けられていた。この都市空間の構造が、知識の生成にどのような影響を与えたのか、例えば、特定の地域にサロンが集中していたのか、あるいは思想的対立が地理的に分断されていたのかを、地図上にプロットすることで、新たな洞察が得られる。さらに、交通網や出版所の分布と照らし合わせることで、情報がどのように流通し、誰によって制限されていたのかを分析できる。AI を用いた文献分析も今後の研究において重要な役割を果たす。例えば、自然言語処理技術を用いて膨大な量の小説や評論を分析し、性別や階級に関する言説の変遷を追跡することができる。登場人物間の力関係や感情の動きをネットワークとしてモデル化する試みは、文学研究に新しい次元をもたらす。エブゲーニー・オネーギンのような作品に対してキャラクターネットワーク分析を行うことで、社会構造の微細な力学を浮き彫りにできる。このような手法は、単なる個別作品の分析にとどまらず、比較文学的な視野を広げる基盤ともなる。これらデジタル手法の導入は、研究の客観性を高めるだけでなく、従来の目視による解釈に依存してきた人文科学に再現性と検証可能性をもたらす。ただし、その一方で、データの選定やアルゴリズムの設計に研究者の主観が入り込むリスクも無視できない。ゲルゲン&ゲルゲンが提唱するソリミ的ポジショニングの視点がここでも重要となる。研究者が自らの方法論的選択がナラティブにどのような影響を与えるかを常に意識し、透明性をもってその過程を共有することが求められる。ウィーンの知的、文化的経験は単なる地域史にとどまらず、現代の国際都市に多くの示唆を与える。今日、多くの大都市が知識ハブ、文化の交差点、国際機関の拠点としての役割を担っているが、ウィーンが19世紀末から20世紀初頭にかけて経験した多様性と緊張の構造は、それらの都市にとっての歴史的先例となっている。特に多民族、多文化社会の中でいかに共存と創造性を両立させるかという課題は、グローバル化が進む現代社会にとって普遍的なテーマである。ウィーンはハプスブルク帝国の首都として、ドイツ系、ハンガリー系、スラブ系、イタリア系、ユダヤ系など多くの民族が共存する都市だった。この多様性は、
時に反ユダヤ主義や民族主義といった排外的な動きを生み出したが、同時に芸術、音楽、科学、哲学の分野で革新的なアイデアを生む土壌ともなった。多様な価値観や視点が衝突し、融合する中で既存の枠組みを超える思考が生まれたのである。この経験は、現代のニューヨーク、ロンドン、シンガポールといった国際都市が直面する課題と重なる。文化の多様性は単なる共存ではなく、創造的なエネルギー源として機能させなければならない。また、ウィーンは現在、国際原子力機関 IAEA 石油輸出国機構 OPEC 国際連合産業開発機関ユニドなど多数の国際機関の本部を要する都市でもある。このことは、かつての帝国の中心としての遺産と、現代における中立国としての地位が結びついた結果である。文化的ソフトパワーと外交的中立性が共存するこのモデルは、他の国際都市にとっての参考となる。文化的資源、音楽、美術、建築、教育制度は、単なる観光資源にとどまらず、国際的な信頼と影響力の基盤となり得る。経済思想の面でも、ウィーンは普遍的な問いを投げかけている。オーストリア学派が主張する個人の自由と市場の自立性は、計画経済への批判として冷戦期に大きな影響を与えたが、現代においては、格差の拡大や環境問題といった新たな課題に直面している。しかし、その思想的基盤にある分散された知識と主観的価値の重視は、中央集権的な解決策だけでは対応できない現代社会の複雑性を理解する上で依然として有効な視座を提供している。ウィーンの遺産は単に過去の栄光を記憶する対象ではない。それは文化とアイデンティティ、記憶と忘却、創造と崩壊の関係を問い直すための鏡である。ハプスブルク帝国の崩壊は一つの政治的終焉であると同時に、新たな思想的出発点でもあった。フロイトは個人の無意識を探る中で近代人のアイデンティティの不安定さを浮き彫りにした。ウィーン・サークルは科学的知識の限界と哲学的問いの再定義を試みた。シュニッツラーは性別と権力の構造を文学的に暴き出した。これらの知的活動は帝国の終焉という不安定な状況の中でこそ生まれた。安定と繁栄が必ずしも創造性を生むわけではない。むしろ、制度的危機、文化的緊張、アイデンティティの混乱こそが新たな思考を呼び起こす契機となった。これは、現代社会が直面する不確実性、気候変動、デジタル化、グローバル不平等に対しても示唆的である。私たちは変化を恐れるのではなく、その中に潜む可能性を読み取る視点を持たなければならない。また、知識の生産が常に特定の場所と文脈に根ざしていること、ウィーン、サークルの思想がナチスの台頭によってアメリカに移転したようには、知識の移動と断絶の現実を教えてくれる。科学や文化は中立的、普遍的なものではなく、社会的、政治的条件に深く影響される。だからこそ、多様な声を記録し、終焉の視点を重視することが、真に包括的な理解につながる。ウィーンの歴史は、一つの完成された物語ではなく、常に問い続けるプロセスそのものである。その遺産が私たちに問いかけるのは、私たちはどのような都市を、どのような社会を、どのような地を作るのか、という根源的な問いである。